に当たるなってとこでいなくなると、ああいうふうになっちゃう。危ないですよ本当。ああやって体泳いでここに来ますから、ここで当たると思う。来てるんですけど、これはもう全部伸びきっちゃったんですよ、手が届いてるけど。だから効かないわけですよ、ここから。なるほど。だからこれは教会では取らないんですね。やっぱりコントロールして、ここでカーンコントロールしてて、まだここから先叩けると、うわその余裕がなきゃ技ありないし一本ならないわけです。中達也先生が教えちゃいます。立ち方変え、身体操作の根本原理、触った瞬間分かる。虚実の使い方。そういう稽古してこないと、こっちは体の伸縮ってイメージの方が早く動いてきますから、型で稽古する。で動いてきます。いなくなると組手テクニック。ああいうふうになっちゃう。危ないですよ本当。その全部をつなげる仕組みが明らかになります。4時間の DVD と中先生書き下ろしの本がセットになった黒帯ワールド初の技術ドキュメンタリー、中達也技のトリセツ、絶賛予約受付中。今日は4時間の DVD からなんと30分もお見せしちゃいます。じっくり見て DVD 買ってくださいね。前が近い時、はいあるいは相手がついてきた蹴ってきた、それをカウンター取る時って、はいはいはい。その時やっぱ前すごく近くなるじゃないですか、そしたら重心が移動してから手を出したら遅いわけですよ。なるほど。ですから実際やってみますと、まあこの間の場合だったら手から、ね、手からでもすごいな、なんかこれからこう入るわけですよ。ただ拳がめり込んでますね。すごい。ただこれがちょっと遠いと、遠いと今の使い方だと届かないですね。ですから今度は重心が移動して体を引き寄せる。そうすると遠い前からでも、うわ確かに距離だと違うわけですね。遠くても、同じ逆付けでもやっぱり違うわけですね。ちょっと内側入れて、そう内側につま先入れて下半身グッと締めます。そうね、締め上げてで構えて、1、これものすごく自分では締めてる分強く感じるんですよ、ギュッと締めてると。でも実際これは締めちゃうとものすごい弱いんです。見た目は強そうに見えますよね。もう一回言います。1、そう、2、もう一回3、4ってやるんですけど、これはものすごい弱いです。で反対にもう伝統的なこう8時立ちというか、まっすぐで少し開いて、股関節をこう開いて、股関節を開いて一回締めてグッとわざと、締めたのを抜く、スッと抜いてあげる。そうでさっきやった自然体、力抜きます。で反対に骨、この股関節捉えるイメージ、骨で立ってるイメージ。見た目は弱そうです。で1と弱そうなんですけど、これだと全くこれで変わります。そうだから力締めすぎちゃうと弱くなるってこと。じゃあまずちょっと3本ついてみよう。いいですか。でちょっと内側締めて、グッ体締めていくよ。3本ね。1、2、3、締めました。そうこれは弱いね。今度少しみんなすごく力強かったですけど。そうなんですよ。楽にして、ちょっとわざと分かりやすいように外にしてみよう。さっきと差別化図るからちょっと外に、構えて3本いくよ。1、2、3、そうこれはこれだけ一瞬で変わるから。そこを注意して、だから締めるのは締めるんですよ。足首だとか膝だとか関節締めるんですけど、筋肉まで締めすぎちゃいけない。締めるってなって上にギュッと上がっちゃうじゃないですか。
グッと上げるんじゃなくて、これをふっと落としてこないと、なるほど。はい、リラックスして、この中丹田を、はい。例えば縮める、伸ばす、縮める、縮める、伸ばす、縮める、ここでこの瞬間に何ですかね、このカメラがあるじゃないですか、カメラレンズ、はい、あれがこうさっとこう焦点合わせるとキュッと縮まったり伸びたりするんですか、ですね。はいはい。ああいうイメージです。なんとなくこの中丹田をスッと広げる、ちょっと縮める、ほんのちょっとの操作ですかね。これだけで随分違いますので、技を作るための稽古ですよね。そのためには基本だとか型とかあるわけです。ああ、なるほど。でそれからそれを利用して技を使うための稽古、その技を作る稽古は技じゃないですか、例えば。で技を使う稽古は術なんです、これがプラスになるから技術になる、あるいは術気になる、これ融合するからです。例えばだって組手でこう腰幅に構える人が誰もいないですよね。いないですね。組手の時自然に一直線近くなってるでしょ。はい。これそんなこと教えなくたってなってるわけですよ、実際は。はい、だからこれはあくまでも作るための稽古、はい、まずはですね、立ち方がしっかりできてくれば、はい、例えばこういう前屈立ち、これも見た目にはすごくよく見えるじゃないですか。はい。でここで終わってしまったらそれで終わりなんですよ。見た目がいいからいいやで、これできてるじゃない、ほとんどの人は検証しないんで、じゃあここで検証してもらいます。でこうしてもらいました時に、これだとものすごい弱いんですよ。前屈立ちってものすごい弱いんですよ。もう一回いきますよ。はい、弱いんですよね。ですからさっきやった根本的な姿勢、それができてれば、で立ち方もできてれば、これははい、もう触った瞬間分かるの、ものすごい強い、もっともっとものすごい強いわけですよ。あれでもでこれもこれは形すごくいいですけども、両手をして、でもこれもものすごい弱いわけです。でもさっき言った姿勢作る、武道としての、はい、で立ち方変える、そうこれはもうこの触った瞬間分かる。これ分かんないですね。だから体の中を変えてるんで。ですね。でそれが今言われたように、じゃあ組手の時どうなるのか、自分の稽古の中ではこれを持って、例えばスッと前に入る、ここに重みがある、この重みを入れる、重みを運んで入れる、で足から入って最後に出すんじゃなくて、この重たいとこから動く、これをそのまま放って入れる、この感覚、この感覚で、例えば自然体で軽くね、普通にこうついたりと、ここに持ってるメデシンボール、これをバッて入れたら全く違うわけですよ。そうですよ。じゃあまず同じ表面でこう普通の突きだと、これ普通？そう普通。これリアルですね。いやいや普通でもやっぱ効くと思いますよ。これちょっとこの先想像してみました。かなり嫌な感じになってきましたね。でもまだ我慢できるじゃないですか。我慢できますか。ちょっと困ったな。やるだけなければよかった。軽く違いが分かればいいんで。でまあ何回も言いますけど、これ重いのがある、これをここへスッと持ってくる。そうこれだけでこれ全然違う。第2部はどのような？そうですね、ですね、これ非常に難しいんですけども、船越先生も小刀20訓の中で言ってる戦いは虚実の操縦以下にありって言葉があったんですよ、あるいは妙は虚実の間にありって言葉があるんですね、だから虚と実をどうこちらがコントロールするか、思い通りに使うかってことですね。で今日は、多分、皆さんもできるようになると思いますので、虚実が分かるようになる。分かるようになります。本当ですか？多分なるほど。じゃあそれ楽しみですね。やってみましょう、何種類かありますので、ちょっと実験してみてください、じゃあまずお互い右足前出してもらって、こちら、まずね、こちらの人は人をこう首に当てるんじゃなくてスッで普通にいきますね。まずは実としましょう。よし当ててやろう、ね、入れてやろう。これはもうここで反応されちゃうんです。だから手がいくら速くてもやっぱりその前に信号出しちゃって分かっちゃうんです。
でも面白いのは見てください。実にしといて虚にするんですよ。自分をふっと抜いちゃうイメージ、空にするイメージ。空手の空ってあるじゃないですか。こんなこう空にするイメージ。まずはよし行くぞ、それをここで反応するわけです。でもこれを抜くんです。ふっとそしたら全く動けないんですよ。ふっと抜くと向こうも抜けるんですよ。これはでも中先生だけの特殊な技術というわけではないんでですか？今みんなやってもらいます。みんなできるはずです。本当ですか？はい、はいはい、その間イメージ残したまま急に抜いて、そう OK そう反応される。おい今のはすごいです。おい今のいや本当すごいですよ。もう抜かれてますね。これ実じゃないですか。はい。でも思いっきりここに実持ってくるんですよ。は打ち込むわけですよ。あ。はい。この部分に行くぞって。はい。受けられますよね。そうそうこっちは今日いや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 。こっちは今日になってるわけですよ。でこっちも打とうと思うと反応しちゃうんですよ。打つ反応しちゃうんですよ。実でちょっとスピード速くして受けられるのかちょっと見せてもらう。どっちも実。あ、受けられるんだ。受けちゃうんですよ。ちゃんと受けられるんですね。反応するんですよ。いやいや。その心っていうのは形もないし色もないし、匂いもないし重さもないし、目に見えないものじゃないですか。でも昔からその心をどう扱うんだとか、その心をどう読むんだとか、昔からの武道の昔からですよね。一番のテーマじゃないですか。ちゃんとこう体系付けてないで、だからできる人はできる、だからできない人はできないわけですよ。どうしてもこう体系付けられてないんで。だから最初から持ってる資質ですよね。運動神経がいいとか勘がいいだとか、そういうのに頼っちゃうと思うんですよ。だからできる人はできる、できない人はできないんですよ。でも今日やったやり方でやっていけばできない人もできるようになっていくわけです。はい、だから基本組って基本1本だとか11本なんかも重要になってくるんですよ。組手やるじゃないですか。はい、で組手で感じたことを基本にフィードバックしたり、組手で体験したことを型にフィードバックしたり、なるほど。その中で基本組手またはい還元してくるわけですよ。はいはい、そうするとその基本組手自体がただの形じゃなくて本当に生きたものになってくるわけです。この正中線の感覚、ここって一番動かないところじゃないですか。はい、右にも左にもどこにも、はい、こう動こうとしてもこう残っちゃいますし、下がるのもこの線って残るんですよ。はい、だからそこをどう捉えるかで、例えばこう腰幅に上体にいます。こう入るよりも、例えば鉄器でいうこの横の線、このまままっすぐするんですそう、ものすごい嫌なんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですよ。ちょっとここでカメラで入ってみていいですか。カメラで分かんないかもしれない。分かんないですね。多分分かんないと思うんですが。じゃあ兄さん立ってくださいね。はい。兄さん間にします。例えばこういきます。はい。この感じと、はい、これからスッと入ってくる感じ。おお。そう。カメラは分かんないかもしれないけど、僕は分かりましたね今ね。はあはあはあ。そこに中心捉えてから嫌なんですよ。中心捉えてんだ。それをこちらは冗談、ただ受けて返すってことじゃなくて、そこをこう見てとる。そういう稽古してこないと、ただの形であって汗かいて終わっちゃうわけじゃないですか。だからそういう見えない部分をどう作るかっていうのは十分でじゃできないですよ、なかなか。さっき言ったやってるはず、はいはいはい、僕がさっき言ったじゃないですか、みんなやってるはずですよ。でもやってるはずだけど意識下に置いてないわけじゃないですか。だからこういうとこでそれを作ってくるわけです。じゃあこういう稽古を繰り返していくと、実際の自由組手の時とかにも相手の何かが変化するとか感じられるようになると。だからいつも言う未発の気を抑えるとか、はい、未発の気っていうのはまだ起きてないののきっかけになるところ、さっき言った心が動いた、そこを抑えてる、あるいは宮本のさっき枕を抑えるだとか、あるいは気線を制するっていう、そういうことになってくるわけです。なるほど。だから今はじゃあ上段来る、こっちは下がって上げ受けだって決まってるからこういう形ですけど、実際ここでここって分かってればそこを見て取んなきゃいけないわけですよ。そういう稽古しないと。そうすると中段、さっきやったように中段ね、これはこの瞬間にこうもう抜けちゃうわけですよ。これってもうあんまり流派とか流儀と関係ないです、関係ないです。根本的ななんか人間の共通するもんですよね。はい。でみんなもできますよ。顔まっすぐ、顔まっすぐ、よく見ない。そう、はい、次そこ抜く、そこで、はい。どう抜けた？まだ。今みたいな感じじゃない？
ぱが変わりました今。はい、ふっとこう。今抜けた、そうそうそう。いいですか、ここからいきたいと思います。はい。で、後ろ足こういうちょっと緩めて、はい。この足の裏でこう床を圧するこの反動によってこの膝が伸展しながら回転する。この力が腰の回転、それから上半身のひねり、それから肩、拳っていうふうにね、順番にこう出てくるわけです。逆突きスッと。これものすごい重要なんですけどね。ものすごい重要で、この順番に出てくることによってどんどんスピードも加速されていきますし、力もこう増大していくと。それはもうそういうイメージありますよね。そうですね。はい、もう一度いいかな。ね、ここから発生してトン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 と、はい、1、はい戻って2、はい、3。普段こう使いますよね。はい、これはものすごい重要で、この力の伝達経路どうやって増幅させていくかっていうのが重要になってくるんですけども、でもこれだとどうしても A、B、C、D、E っていうふうにこう順番になっていくわけですよ。はい、そこを通ることによって最後ここから力が発生すると。ものすごい大きな力が発生するんですけども、でも遅いですよね、どうしても、順番になってますから、A、B、C、D、E で初めて出るんで。そうですね。じゃなくてこう順番にするんじゃなくて、ちょっといいかな、もういいよ、はい、順番にするんじゃなくて、この縦に並ぶんじゃなくてですね、はい、この A、B、C、D、E が横一列、これがいっぺんにポンと動く。そうもっと速くなるわけです。だからさっきやった例えば鉄器でこれから腰のキレが上半身に、伝達される。それから手に伝達される。これもものすごく速くて強いんですね。速くて強い。でもうねるっていうのはものすごい強いんですけど、やっぱ時間かかっちゃうわけです。ですから今やってるのは全身がいっぺんに動く、こういう感じですね。で腰はもう動かなくなってきた。だんだん小さくなってきて、腰の動きがだんだん小さくなって、中を動かしてる感覚なんですけど、外はだんだん動かなくなってるんですね。一挙動目もこれから引き手短いじゃないですか。ここにこっちの手を合わせてあげるようにしてくると体が早く動いてきますから。はい。でこれも指先からこう回したら遅いわけですよ。だから肘から抜くイメージで入ってくると、こっちをスピード合わせて速くなってきますから。肘から抜くと速いですね。でもう一つ、はい、よくあるのがやっぱこの中心軸で回転させると必ずこれ膝見てください。こっちがやっぱ回転に引っ張られちゃうんですよ。はい。だからこれ引っ張られないでこう張るんですよ。その時にさっき言った回転よりも体の伸縮っていうイメージの方が早く動いてきますから、はあ、一瞬で閉じる、開く、前やった中短でですね、閉じる開くみたいなイメージでやると速くなってきますから。はい。これでもある程度鉄器初段とかできるような人でもこれを全部意識しようとするとまた大変ですね。でもだから面白いんです。あ、そっか。いつもうちで言う型を稽古する場合と型で稽古してくる場合、いろんな種類があります。ですね。なるほど。こういう稽古もするんですよ、うちは。さっき言った A から B に大きくつってる間って上半身休んじゃってるんで、小さく出るんですよ。スッ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 。この間に全身を使う。大きく動くとこの間休んでるんで、はい、上半身が休んじゃってるんで、はい、小さく動く。その間に全身各部分を全部使い直す。こういう稽古をするんですね。でその時に面白いのが、はい、こうして右の股関節捉えた瞬間突きと一緒になるんです。この股関節捉えと突きが一緒になると、はい、1、これはこれだけ強いんです。でも、はい、わずか 0. 何秒の違いですけど、後ろ足が来た時につく。こういう人多いんですよ。はい、1。そう、これはものすごい弱いです。もう一回やってみましょうか。だからさっき言った股関節捉えて非常に重要で、はい、1。押すとこれだけ強い。はい。でちょっとのさ、後ろ足が来る時についちゃう。そう、これはでものすごい弱いです。基本肩組み手がお互いにこう刺激合って
今の競技体って別々じゃないですか、肩も組み手も、うんじゃなくて肩も組み手基本も一緒で同性上にいてお互いに刺激し合ってお互いに同調し合ってる。まさに本当にそう思いますね、はいこれ肩の選手だから肩だけとか組手の選手だから組手だけっていうのは全くもう別物ですね。そうですね。でも中先生も組手しかやってなかったんですよね。そうです。なるほど。だからダメだったんですね。いよいよこれが、はいその組手、はいはいやはりその空手を稽古されてる方は当然どんな流派の人も組手の稽古をするだろうし、はい試合も多いと、はいそういったところに、役立つような中先生の研究を教えていただけると、組手ってやっぱそれぞれ個性がありますからね、非常はいに組手の指導って難しいんですけども、だったら僕はよく試合だとか組手に使ってた、得意な感じ、はい、得意なパターンみたいなのやってみたいと思いますね。試合の頃にもう組手でよく使う、今でも使ってます。すごい、結構この間を外すとか間を取るとかそういうのは結構好きなんです。それは興味深いです。はい、お願いします。はい、じゃあ最初のパターンとして、相手が蹴りたくなると、作りですよね、相手が蹴りたくなる間合いあるいは角度に僕がいると、でちょっとプレッシャーをかけると相手に。作りとおっしゃってるのはそういう場面を作るという。そうですそうです。例えばですね、ちょっと構えて、こういう構え、お互いに左足前ではなくて、僕はこの右足前にしてこの正中線ちょっと外すんです、こっちわざと、ここはまっすぐですよね。正対するんじゃなくて少し外に外してくる。でこっちを開けるんですよ。そうどうしても蹴りたくなってくるね。確かに。でちょうどそれもこれじゃ蹴れないんです、相手は。これでも近くて蹴れないんですよ。で一番蹴りやすいところにいるわけです。わざと。でこっち回り、外に動いてそう外に回る。さあ相手が蹴りたくなってきます。はい。さあ瞬間ここで入るんです。さっきの出会いですね。蹴りたくなりました。蹴りたくなるんです。ちょっとじゃあ僕カメラ向けで、あと僕が蹴りたくなるかどうかみたいな。こういう感じで。こうじゃなくてまっすぐじゃなくて少しこっち入るんです。なるほど。なんか入りそうな気がする。でこれだと遠いでしょ。ですね。確かに。これだと近いでしょ。カメラでも分かる。ちょうどこうなんです。俺の蹴りたくなるんです。俺の蹴りが中達成に入る。でこの瞬間入るみたいな。そういうことですね。だからまずここで作りなんです。作ってるんだ。作って蹴りたくなる。で蹴ってきたとこに入る。でこれは決めですよね。決めですね。で今上げて少し足。決めの瞬間というのは、僕らが考えて決めの瞬間というのは、この瞬間は防御もできなければ、攻撃することもできないですよ。何もできない瞬間なんです、この瞬間って。だから線の線、対の線、5の線、この時は何も相手ができない状況なんです。でこの作り、決め、斬新、これが全て完璧に揃った時に一本になるわけですよ、我々の試合では。この流れの中で、決めっていう言葉が出てきて、前もインタビューでお聞きしたんですけれども、実際いわゆる空手協会の試合とかでどういう時にこれは技が入ったとみなされるのかといったことを具体的に教えてもらえますか。そうですね。もちろん相手の体勢が、すごく重要なんですけども、ちょっと違うことで今やってみますね。ちょっと見てくださいね。例えばこう構えてて。この突きと、もう一つはこの突き、ゆっくりいきます。わかりやすく。この感じ。ともう一つはこの感じ。で全然違うわけですよ。パッと見その2つ目の方は相手の手をちょっと制してるような風に見えましたけど、全然違いますやべえ。じゃあいいですか、言って。どうぞ。一つ目はここなんです。手は言ってるんですよ。でも体はもう伸びきっちゃってるんですよ。でこっから先過激できないでしょ。これは空手業界取れないんですよ。もうここで全部体伸びきっちゃってますから。ただ手が入ったとしても、これはだから素人が見ても分かんないんですけど、これは取らないんですよ、みんな。だってこれはもう寸止めじゃないんですから、ここから先叩けないでしょ。なるほど。2本目のはここなんですよ、パシッと。
これはまだここまで入れるわけです。うわ、そこをコントロールしてるんで。そんなとこ見てるんですか？そうですよ、もちろん。いやー、でも普通の人分かんないですね。分かんないすごい、確かに言われると。だから体が伸びきった状態って一番何もできないですよ。だからさっきやったのも蹴りで体が伸びきった状態ですよ、全部。だから何もできないんですよ。と一緒で、これも自分から攻撃してるんですけど、これはもう全部伸びきっちゃったんですよ。手は取れてるけど。だから効かないわけですよ、ここから。なるほど。だからこれは協会では取らないわけですね。やっぱりコントロールしてここでカーンコントロールしてて、まだここから先叩けると、うわその余裕がなきゃ技ありないし一本ならないわけです。いかがでした？この内容紹介は約30分ですが DVD はなんと4時間、この8倍の量です。それに中先生書き下ろしの本がつくなんて、どうです？惜しくなったでしょ？中達也先生が教えちゃいます。身体操作の根本原理、触った瞬間分かる。虚実の使い方、そういう稽古してこないと、こっちはタイの伸縮ってイメージを早く動いていきますか型で稽古する、ら。で動いていきます。今なると組手テクニック、ああいうふうになっちゃう。危ないですよ、本当。その全部をつなげる仕組みが明らかになります。4時間の DVD と中先生書き下ろしの本がセットになった黒帯ワールド初の技術ドキュメンタリー、中達也技のトリセツ。2020年、あなたの空手が変わります。東映ビデオのオンラインショップ購入ページから中先生の本のサンプルも読めます。さあ、じっくり見て読んで購入してくださいね。